卵のソース、これがうまいの。これなんですよ、このコントラスト。どうも、とっとと朝5時まで飲み太郎です。ちょっと体調が回復してないいつもの挨拶いきますか。どうも、料理のりさん、リュウジです。先揚げバージョンということで、さっきまで興味あってたんですけど、今回はですね、炭水化物ね、起き抜けに入れたいなと思いまして、今回冷やしカルボナーラガチでうまいです。いろんな作り方ねがあるんですけど、大体ね生クリームを使うものが多いんですけど、今回私生クリーム使いません。特殊なやり方でカルボナーラ作っていきます。キンキンに冷やして食べる冷製パスタですね。今回すごくいいレシピができましたんで、皆さんにご紹介したいと思います。それではやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず、パスタなんで、パスタ、これね、フェデリーニって言って 1.4 ミリ。ね、ママの5分茹でを買っていただければ大丈夫だと思います。はい。もしあれだったらカッペリーニとか、そういう細いパスタでもいいんですけども、1.6 だとちょっと太すぎるんですよね。冷やすとゴリゴリになっちゃうので、1.4 がおすすめです。ベーコンですね。ニンニクは1片。あと、カルボナーラなんで、卵使います。1つだけ。あとは、粉チーズとか、ありますんで、そちらです。それでは飲みすぎて体調が悪いので、ちょっとどうにかしたいと思いまして、どうにかするためには何を、するといいかっていうと、栄養ドリンクを飲んでいきます。今日のコルルライエーイ大吉です。はい。みんなにね、幸せが訪れればいいなと思って大吉です。今日はいくら飲んでも大丈夫です。はい、シューマシンに行こう。そしてここに、特別なね、シュワシュワしたものを入れていきます。大人のサイダー、リュウジのレッドブルが完成しました。それでは翼を授けていただきたいと思います。乾杯。はい、じゃあやっていきたいと思います。ニンニクです。ニンニクは潰して、冷やした麺食べたくなりますよね、夏はね。もう毎日ね、冷やした麺でいいぐらいで、ニンニクは軽く潰してこうやって切っていきましょう。はい。でこうやって切るとニンニクの匂いが手につきますよね。これ皆さんどうしたらいいと思いますか？このニンニクの、匂いのついた指をつまみにしながら飲みます。少し細かめにした方がいいですね。はい。粗みじんぐらいな感じ。でもみじんか。みじん切りにね、こんな感じにしておいてくださいね。冷やしにするんで、できればこうやって細切りにして、ください。細切りの方がね、麺とね絡むんですよね。僕はね細切りの方がこれぐらい細切りしちゃった方が好きですね。はい。大さじ1杯のオリーブオイルです。はい。でここで、まずベーコンを炒める。ベーコンはねちょっとねカリッと香ばしく炒めた方が、美味しいです。ベーコンで実は生でも食えるんですけども、油を持ってるのでベーコンっていうのは、なんでチリッとこう焼くとすごくいい香りが、するんですね。油がじゅわっと弱めの火でいいですよ、本当に。最初じゅわじゅわっといってきたらもうニンニク入れちゃいます。はい、で炒めて、そんなにねカリカリにしなくてもいいんですけども、ちょっとね、このニンニクとベーコン、これとねちょっとこう香ばしく炒めるって感じですよね。ニンニクはイタリアンでは基本的に最初から入れて、弱火で、香りを出すっていう風に言われてるんですけども、今回はね冷やしなので、よくこのニンニクを熱して焦げたような香ばしさをね入れた方が美味しい。でそうするとニンニクがちょっとこう色づいてくるんですね。そしたらこれちょっと寄せていただいて、ここで卵なんですよ皆さん。ここで卵をいきます。後で生卵を入れるとか温泉卵を使うとかっていうふうに思った方多いと思うんですけど、違う。ここで目玉焼き作っちゃうわけ。卵はねこうやってこう端から集めてあげるとすごくねやりやすい。である程度火が入ったら、これね両面焼きしたいんですよ。だからこうやって両面焼きにしていきます。両面焼きのちょっと半熟になった卵をソースに使うレシピなんですよ。こんな感じですね。でひっくり返して、ちょっと火入れたらもう、この、卵とベーコンはこっち入れちゃいます。はい。でこの油っていうのは非常にニンニクのねうまみとベーコンのうまみがたっぷりなんで、全部入れちゃってくださいね。こうやって崩しちゃうんですよ。はい、そうするとほらとろっとしてきたでしょこれ。そうするとこの半熟の卵がいい感じになるんですね。大さじ1と小さじ1。
ぐちゃぐちゃに合わせることによって非常に美味しいソースになります。これコンソメとかでも悪くないんですけど、白だしの方が適度な水分があるんで非常に美味しい濃厚なソースになるんですね。黒胡椒、黒胡椒は後でもかけるんですけども、ここでもちょっとソースにね黒胡椒の香り移しますんで、粉のチーズですね。はい、粉のチーズは小さじ2杯ぐらい、小さじ2杯ぐらいね、こう混ぜていく。はい、黄身は固まっちゃってるんだけど、この卵黄は半熟状態になっておりますんで、卵のソース、これがうまいので、こいつを、冷凍庫で冷やしておきます。はい、その間にパスタを茹でていきます。パスタを茹でていくんですけども、ここもちょっと重要なところあります。普段僕は 1% のお湯で茹でてくださいって言ってるんですけど、冷製パスタの場合はちょっと塩っぱめなぐらいまで、塩を入れます。ちょっと濃いなと思うスープぐらいですね。1.2 ぐらいですね。だからちょっとしょっぱめなラーメンぐらいのお湯。冷製パスタの場合って後で洗っちゃうんですよ。でその時に塩がすごい落ちちゃうんですね。だから少ししょっぱめのお湯で茹でる、これすごい重要です。そうしないとボケた味のパスタになっちゃうので、冷製パスタの場合はしょっぱめのお湯で茹でるっていうのが鉄則です。これそしてこれ5分茹でなんですけども、後で冷やして麺を締めるので、6分ぐらい茹でます。ちょっと長めに茹でる。いつもよりちょっとしょっぱめ意識してください。そうしないとね、冷製パスタは美味しくないんです。冷製パスタはね、この茹で方が一番いいです。はい、そしたら6分茹で上がりました。ここに流していきます。はい、で水水でまず流します。これ塩分を流す意味もあるんですけども、麺のこのぬめり取りですね、冷やしたら氷水を作ってここで冷やすと。これをやるかやらないかではもうパスタの味が全然違います。塩分が流れ落ちちゃうので、結構ね強い塩でやった方がいい。でしっかり締まりました。しっかり締まったらこっち寄せてこうギュッと、水分があるとソースの味をボケるんでね、絞ってください。はい、これで OK。はい、じゃあ、さっき冷やしたパスタをもう同じく冷やしたソースと絡めていく。これがうまいんだわこれ。でもソースはもうキンキンにね冷凍庫でね冷えてあるんで、もうこれがうまい。よーく混ぜてください。で卵白はもう結構具になっちゃってるんでめちゃくちゃ美味しい。でこれ盛り付けます。これね、ほらベーコンも細いから麺の途中にうまく散らばってるでしょ。これなんですよ、このコントラスト。はい、でここでトッピングなんですけど、黒胡椒はね結構冷やしだからね多めにやっちゃっていいです。これピリッとさせて、オリーブオイル、じゃあこちらで最高に美味しい冷やしカルボナーラの完成でございます。それではできました。いただきます。じゃあいただきます。100うまいものを作ってしまった。おお、うまっ。これはちょっとやばい。あまりにうますぎる。これはうまいぞこれ。ペペ玉の感じなんだよね。麺のコシも最高ですね。5分茹でのパスタを5分茹でで冷やしたらダメですね。プラス1分がすっごい効いてます。味変いやーうまい。今日煽られた。ペペ玉みたいな感じですね。そうカルボとペペロンチーノのなんか中間みたいな絶妙なラインですね。うまいなこれ。これで一気にカルボ寄りになります。めちゃめちゃいいですねこれ。うまい。麺もこの太さがいいですね。スパゲッティサラダみたいなはい感じもあるよね。お酒があれば何でもできる。やれるのか。全然もう俺もやれます。やれるのか。いきますか。よしマジでうまいですこれ。今日なんかちょっと俺おかしいな。最高に美味しい、冷やしカルボナーラぜひ作ってみてください。マジでうまいです。圧倒されて締めました。しかもこれのいいところは酒ギョン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 飲める。
これつまみっすよ。ギョ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 。何食うんですか？何食うんですか？アルチュー君。ギョでいいんですか？カットだな。